こんにちは、こうです。本日はチャンネル登録者数2000人ありがとうございますという動画を撮ります。よいしょ。皆様のおかげでついに2000人という、一つのねまた大台に乗っかることができました。で2023年去年ですねの動画の、終わりで翌年の目標はチャンネル登録者数2000人っていうところを掲げてたので、早速達成できて嬉しいです。チャンネル登録1000人いくところが正直一番大変で、チャンネル登録者数2000人っていうのは、皆様のおかげで、思っていたより早く達成することができました。チャンネル登録者数の数っていうのはなんか1000人超えたところからあんまり意識しなくなっていて、増えたら増えただけ嬉しいんですけど、どちらかというと動画をコンスタントに出さないとなっていうところを意識してこれまでやってきました。ただ結果としてねやっぱ2000人っていうのは皆様の登録のおかげで達成できたのですごく嬉しいです。チャンネル登録者数2000人になって少し変わったことがあったのでその話をしようと思います。では話していきます。はい、というわけで1つ目がガジェットを気にするようになってきました。皆さんもなんか動画を見て察している通りやっぱりね1000人から2000人にあたって結構デバイス使うもの変わってきました。よく皆さんが見ている中で最近変わったなと思うのが、胸とかにつけていたりとか、食事シーンを撮ったりとかする時に、小さなカメラを最近使うようになりました。それがですね、DJI Osmo っていうまさにこのカメラになります。このカメラめちゃくちゃ有能でして、広角も、普通の標準も撮れるっていうのが魅力ですし、あとは、胸につける際にマグネットで簡単につけれるっていうのがあるので、歩いてる動画とか、よく撮りたいなと思うんですよ。街並みがすごく綺麗なヨーロッパでは特にああいう撮影したくなるんですけど、それを助けてくれるのがこの DJI Osmo ですね。 DJI2 かなこれ。なんでその辺変わりましたし、この2000人にあたって新たな仲間も入ってきたんですけど、このピンマイクですね、これも DJI かなのシリーズで、今日の音質はこのなんていうんですか、ピンマイクの音声を入力として撮っています。なのでもし普段より音がいいなって思った人は、ご名答でこのカメラごめんなさいこのレコーディング機材で、撮影をしております。あとは一番はこの今僕が撮影している相棒のソニーの Vlog カム、そして、なんといってもスマホをよく使います。ご飯とかこうさーって撮るときはスマホで撮ったりしています。で音声今これで試しに撮ってるんですけど、実はこういう座って撮るときはこういうスタンドのマイクとかもうまく活用しています。なので今後の期待としてはロケハンですね。外で撮影するときはこの胸のマイクを、積極的に使ってでおそらくノイズとかも入りにくくなりますし、何より胸じゃない声とこう近いので、こっちのマイクで拾えない別の音拾いやすいけども、こっちだと、人の声の音が入りやすいのでちょっとは聞きやすい動画になるんじゃないかなと思います。なので1000人から2000人になるにあたってそういったところが変わりましたね。なんでこの1000人から2000人で変わるかっていうと、一番は収益化です。1000人になるとYouTube を通して収益化ができると思うんですけど、それを機にねいろんなものに、動画を作っていただいたお金を、YouTube プレミアムにだったりとか、その、いただいたお金をこういうガジェットに費やしたりとかして、利益を貯金するのではなく利益を YouTube のさらにいい感じの動画を撮影するためのものを買う費用に当てたりできるので、それが多分1000人を超えたところが基準となって結構ね YouTuber の方が品質を上げていけるのかなと思ってます。エコシステムですね。 YouTube で取っていただいたお金を YouTube の品質上昇に使っていくみたいな感じです。そうですね、そこが1000人から2000人にあたって一番変化したことです。あとはそんなにというか、その他変わってないなと思うのは、そうですね、撮影頻度とかですね。僕の中では週1投稿、あくまで本業じゃなくてサイドで趣味的な感じでやっている、YouTube なので本業に
負担のない範囲でもちろんやらないといけません。でそんな中でまあね、一番理想は多分週7投稿、毎日投稿っていうのが YouTube の中では結構王道な一番いいとされている方法ですね。まあ1日2回とか出しちゃうと逆に頻度多すぎて、なかなか視聴者が追えないっていうのもあると思うので、よっぽどなんか長い動画を撮る場合は、毎日投稿同じ時間っていうのが多分いいと思うんですね。で僕の場合それやっちゃうと、多くのところに影響が受けるし、そもそも多分楽しくなくなると思うんですね。なんで、あくまで楽しく動画を今まで通り編集して、かつ頻度は保つことで、なんていうんですか、習慣は失わないっていうところがちょうど週1投稿っていうのが、幅的にはいいのかなと思って、週1投稿は、多分1000に行くちょっと手前ぐらいからやりだしたと思うんですけど、結構今もコンスタントに、土曜日ですねに上げれてるかなと思います。なのでそうですね、1000人から2000人に当たっても、そこのなんかめっちゃ人数増やしたいみたいなところがあんまり意識しすぎてなかったおかげで、焦らずコツコツやれてるかなっていう感じはします。でそうですね、あとはやっぱ1000人超えて2000人っていうところで、よく人から動画見ましたよっていう風なことを言われる頻度は上がりました。近場だと初めて会った人とかに「あ、動画ちょっと見たことあります」とか言われたこともありますし、一回知り合った方が「あ、そういえばYouTube やってるんですね」ってインスタか何か交換した時に知ったんですって言って、で見てみたんですけど、アムステルダム行った動画見てあそこ行きましたよとか、なんか会話のきっかけをYouTube の作ってる動画で生んでくれてるなって感じます。なんかなんていうんですか、動画がないとこの人が過去に何をしたかとか、こんな経験をしたんだってやっぱり喋らないとわからないじゃないですか。それが一個動画がもう上がってるということで、僕の経験は全部パブリックになってるおかげで、その他の人が「あれ見ました」とか「あれ行きました」っていうような会話が、僕から全部を言わなくても先にもう会話のネタが出会う前からあるみたいなところがものすごくいいなと思います。でね、よくね言われるんですけど、それって逆になんていうんですか、こっちがやってること全部動画として上げてるから、なんか全部見られてませんって言われるんですけど、そんなことはなくて、なんでかっていうと編集して上げるのは僕なんですよ。なのでもちろん上げたくない動画もあります。上げたくないというか、なんていうんですか、もうほんとしょうもなすぎて上げる必要もない動画は僕の中でしまってあって、これはみんなと共有したら面白いだろうなっていう僕の感覚で思い出としてもあげたいし、誰かに何かの参考になればいいなと思ってあげたいっていうところがちょうど YouTube に上がっているという感じです。なのでもし YouTube を始める人はなんか定期的に上げるためになんかネタ探しとか大変なんじゃないっていう感じはすると思うんですけど、あくまで僕は最初週1で投稿できてなかったし、逆に言うと週4投稿とかやってたんですけど、やっぱそれだけやっただけしんどいので、自分のペースがだんだん続けていくと分かると思うので、その自分のペースの頻度が守れるように工夫していくっていうのはすごく YouTube を楽しむコツかなと思ってます。でね、結果的にさっき言ったように1000人っていうところを超えてくると、ガジェットもっと知りたいとか言ってカメラとかにねこだわり出して、最近もこの DJI のこの Osmo とかこの辺のやつを持ってカメラ好き、音好きの人かなの方と、実際それを本業とされてる方ですね、お話ししたんですけど、これ本当コンパクトでも広角でいいですねみたいな話にもなりましたし、もともとエンジニアというかプログラミングやってるっていうのもあって、ガジェットは好きだし、機械工とか情報系の勉強もしてきてるので好きだったんですけど、やっぱねこうして実際に毎週編集してってなると、すごい細かなこういう音欲しいとか、こういうガジェットあってこういう画角の映像撮れたらもっと面白いみたいなのは、やっぱり続けてきたおかげで気づいて買おうっていう気にもなりましたし、やっぱそれはすごく YouTube やっててよかったなと感じます。で引き続きやっていこうと思うのも、なんかトライアンドエラーをすごいガジェットのトライアンドエラーですね、やれるっていうのはなんか僕の趣味に合ってるなと思ってますですね。なので YouTube やろうと
思ってる方とか、ちょっとやめちゃったけどもう一回復帰したいっていう人はあんまり周りを気にしなくていいです。なんか周りの人がこう伸びてるとか、周りの人がこういうデバイス使ってるからとか、こういうコンテンツを喋ってるからとか、なんかねやっぱ登録者数もこう増えないからとか考えすぎると正直辛いだけというか楽しくないですよね。で、人生なんかこういうことやってる時自分は生き生きしてるな、楽しいなって思う時ってあると思うんですけど、それってなんか結構自分軸で何かができてる時かなって思うんですね。他者と比べすぎると急になんか同じやってることがすごいしんどくなったりとか、なんで自分がこんなに頑張ってんだっけみたいなところになると思うんですけど、対自分だと結構もう自分との戦いなんで、決めたことはちゃんと守るとか、そういうのはすごい意外とこうハードルを下げればいいだけなんでできたりするんですね。僕の場合だと最初週4投稿をこう英語でしかも発信して、日本から海外の人に向けて喋るみたいなところからスタートして、英語で喋る一人喋りしんどいとか、あとはそうだな、日本のことを外国に向けて発信する何もネタが思いつかないとか、なんだろう、そもそも自分それやりたいと思ってないんじゃないとか、いろいろ思うことがあった中で、だんだんこう海外に行きたいで、海外に行って海外の思い出をパッケージ化してYouTube として出したいとか、めっちゃこれ好きなんですよ。これなんでかっていうと、なんか会話のネタになるし、思い出がいい感じに編集できるんで嬉しいし、今だとガジェットを試せる場だからすごい楽しい。もっとガジェットの動画とかも上げたいんですけど、なんかそういうのも楽しいし、週1投稿に下げて、土曜日だけは毎日じゃない、土曜日だけは毎週上げるんだぞっていうのを守るっていうのを今続けていて、それもすごい苦じゃないというか、ちょうど週のどっかがこうなんていうんですか、忙しい週とかもあると思うんですけど、僕ストックがだいたい3本ぐらい用意したりする余裕が最近できてきて、っていうのも忙しさには波があると思ってて、落ち着いている時とそうじゃない時で、落ち着いている時に頑張って編集して、ストック貯めとけば忙しいところに入っても、3本ぐらいストックがあるんでなんとかなるみたいな感じで、なんかやっぱ週1ぐらいがちょうど今のところは苦じゃなくて、かつどこの他の仕事とかには影響ないかなという感じです。なのでいろいろと思うことあると思うんですけど、もし動画をこれから始める人、もしくは一回やめちゃったけどもう一回復活したいっていう方は、ここら辺はすごく一緒にやっていったら嬉しいなと思います。ストレッチにね思い切り頑張りたいっていう人は頑張ってくださいっていう感じなんですけど、個人的にはなんかそういうやりすぎないっていうのは一つ YouTube のコツかなと思ってます。別になんかこうなんていうの、アドバイス動画を撮りたいわけじゃなかったので、なんか今見切り発車的に喋っててそっちの路線になっちゃいましたけど、シンプルに2000人ありがとうございますという動画になります。改めて最初も言いましたけど、で今後2000人から3000人に向けてっていうところでお話しすると、予定ですね。予定なんですけど、今年も6月1日のヤーパンタクジャパンデーですね、ドイツでデュッセルドルフで開かれるやつも参加しようと思ってます。で僕の1000人のきっかけは完全にヤーパンタクだと思ってます。多分どっちだ分かんなくなりました。ちょっと僕の動画詳しい人とか過去遡ってほしいんですけど、1000人達成後にヤーパンタク行ったんだっけ、未満だっけ、ちょっとそこは覚えてないですけど、明らかにチャンネルが伸びたのは7万回再生ぐらいしてるヤーパンタクのおかげです。で今回も愚直にヤーパンタクに行っていろんな方と喋っていこうかなと思ってます。でコスプレの方も可能なら喋りかけたいですね。無理だったら、前回みたいに、身内の話とか、様子を撮ったりするような動画になると思うんですけど、少なくともヤーパンタクはね行こうと思ってますし、少なからずちょっとバズるんじゃないかなっていう期待をしてますし、撮った瞬間にその日編集して出すっていうのは目標なので、6月1日皆さんその当日に動画が上がったっていうところぜひ期待してください。で僕はなんか花火まで撮れたらいいんですけど、ちょっと今回はもろもろの予定考えると
もしかしたら花火抜きになるんですけど、花火は花火で別途撮ってその本編の動画じゃないところに差し込んだりとかするかもしれないです。いずれにせよ2000人達成したタイミングで次ヤーパンタが来るのは僕の中では結構楽しみだなって、どう伸びるのかなっていう期待はしています。あとはですね、そうですね、博士がもうすぐ公聴会をやる予定、これも予定ですね、予定なので、ちょっと次のライフステージライフステージじゃないか、なんていうんですか、キャリアのステージみたいなところが変わるかなと思ってるので、その辺の共有も2000人超えたタイミングでできるのは嬉しいです。ドイツっていうこの国に住んでいっぱい動画を上げてきてるんですけど、じゃあこれから今3年経ったんですけど、3年経って4年目次入る時、まだ3年目4年目ぐらい3年目か入って、じゃあ何を今考えてるのかとか、今どういうものを次もらえて何が変わる、例えば永住権が取れるんですかみたいな、最初の頃喋ってましたけどとか、そういう話はどんどんしていきたいなと思ってます。で、ありがたいことにそういう話をいっぱい動画に上げてるおかげか、すごい質問来るんですね。ドイツに行きたいんですけどとか、海外に行って何々したいんですけどとかいう話はすごい聞いていて、でその際に僕の場合こうでしたよとか、こういう友達いるんでこういう人紹介できますよとか、なんかそういうので人と人がつながって、その聞いてくれた人が損しないみたいなところはなんとなく全員できてるかは正直やっぱり怪しいですけど、可能な限りいろんな人の人生を一個自分がこうなりたいっていうところに踏み出せるようなきっかけを生みてるんじゃないかなっていう自負は最近できていて、そこをもっとねいろんな方に幸せになってほしいというか、自分がこうしたいと思う、こうなりたいと思う自分に近づけれるような、そんな世界を本当身近からできたらいいなと思ってるので、そこは2000人とか3000人4000人5000人と登録者が増えるっていうことは、そういうところにつながってくるのかなと思ってるので、そこは引き続きあんまりね気負いすぎず、それをやろうって本気でやろうみたいなところまではやりすぎず、あくまで自分がやりたいことがあって YouTube でそういうところもサポートしてっていうところで、なんか自分らしく発信できていたらいいかなと思ってます。でたまたま今回やっぱチャンネル登録者2000人っていうのはどんな人なんやろうっつって動画見てくださった方も、僕としては今海外でドイツに住んでるんですけど、ドイツでの出来事とか、ドイツってヨーロッパなので周辺すごいいろんな国あるじゃないですか。なのでヨーロッパでどんな、国があって、この国はこんなことができますとか、そういうことを発信してるんですね。でそれを見て、私そういえば例えばなんだろうな、チェコに行きたいと思ってたんです。チェコのことを教えてくださいとか、あとはよくあるのはドイツですね。ドイツにこういう就職とか大学行きたいんですけど、どういうビザの問題とかどういうとこ気をつけましたかみたいなのは過去の動画にも結構上がってますし、全然ダイレクトにこの動画のコメントに入れてもらってもいいですしですね。でヨーロッパはだんだんなんだろうな、円安もあって旅行しづらいと思うんですね。やっぱバーって飛ぶのも長いですし、飛んだは飛んだでそこの国の物価高いとかなるので、なので先に僕の動画を見て、こんな感じの観光地あるんだ、ここ狙っていこうってスケジュール組んどいて、損しない旅行プランみたいなところを考えてもらうのもいいかなと思ってます。はい、そんなこんなで、今回はチャンネル登録者数2000人の本当にありがとうございますという感謝動画になります。感謝とともに、引き続きもっと3000人4000人とチャンネル登録者数意識はしすぎずとも増えていったらいいなという願望を込めて、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。またですね、今まで応援してきてくださった方やこれから応援してくださるよという方はぜひ高評価の方もお願いします。ぜひぜひねコメントで、こんな動画も上げたら嬉しいよっていうのもぜひ教えてください。はい、というわけで、本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。